おはようございます。画家の小木曽です。今日は第1回鬼好評大賞第1回仏好評というのを行いたいと思います。なんだそれはっていう感じですけども、この格好ね、今日卒業式なんです。なんか感染対策を同行しながらやるそうですけども、苦しいので脱ぎます。1年に1回だけ、スーツを着ます。2020年、21年、初めてスーツを着ました。苦しい。ちょっと緩めます。すみません。私、本当にもう別に悪気はないんですけども、もう首がダメでですね、これ子供の頃に、兄貴にチョークスリーパーホールドという技をかけられて以来、首に何かが来るのがダメで、学校、中学高校の学ランのあるじゃないですか。あれもできないぐらいの人でした。だから今もマフラーもできません。タートルネックも着れません。すみません、お許しください。で、今日はですね、8週ぐらい行った鬼好評の中からすごく面白かったとかいい作品とかをちょっとピックアップして、最後にはちょっと以前お話しておりました大賞を選びたいと思います。でもちょっと大賞ともう一人の方すごい悩んだんで、準大賞大賞という方に、作品をお届けしたいと思います。はじめにちらっと見えたねじゃあ、早速ちょっとですね、全体のお話とかを通しながら見ていきたいと思います。まずこちらの作品ですね。クアラルンプールからこの方送ってきていただいて、この作品であるとか、この作品どれが初めやったかなってちょっと思い出せないんですけども、これかな。そしてこれでやったかな。ちょっとすみません。3枚載せておきますが、クアラルンプール、絵画教室の皆さんお元気ですか？すごく盛り上げてくださったんでですね、ちょっと感謝の意を込めてというか、なんかグローバルにこういうことできるんやなっていうことが分かったのと、ベナンの方もね送ってきてくださって、その方は実際に街の写真みたいなのを送ってきてくれて、これちょっと載せておきますね。すごいですね。マスクがもう面白いですよね。面白いって言ったら失礼なのかな、変なのかな。やっぱりその国のなんか独特のそういうものを醸し出してるというかですね。でやっぱりグローバルにこういうのができるんやなっていう面白さを伝えてくれたクアラルンプール絵画教室の皆様、ありがとうございました。そして、ここのボス、アングリーパンダどんな方ですかね。僕のイメージは、髪の毛がなくてつるっぱげですっげえごっつくて、何ですか、キラーカーンみたいなイメージを勝手に僕は持ってるんですけども、違いますか？ぜひイメージだけでとどまらせてください。アングリーパンダさん、どんな方、キラーカーンってぜひ調べてみてください。中学生、ぜひ調べてみてください。あとはですね、海外ではなく、例えばこの方なんかは、実際は指で、しか描けないのでっていうことで、コメントがあって、確かにそういった方のために動画を作ってもいいなと。私ももう20何年間先生業をやっていて、この1年間さあどう取り組んでいくかって考えた時に YouTube を始めて、で学生のためにいろんな作画動画を作りつつも、それがいろんな人に届いていきながら1年ですね、経ってちょうどこれ公開しているのがちょうど1年ということです。1万人を超えてるか否か分かりませんが、その中でこういった方がそういうコメントをくれて指で書いてますと。でそのためにちょっと筆色分割法という動画を上げたりですね、あとはゴッホ風に描いてみたであるとかを上げて、こういった方のためにもなんかできる技法とかをお教えする機会になりました。初めの頃本当に何作っていいか分からなかったんで、初めの頃リクエストお待ちしてますってしつこく言ってたのはそういうことだったんですよ。結局は僕もわからないので、どういうものをやりたいのかとかできるのかとかですね。でそのためにそういうゴッホ風とかを作ることができました。ありがとうございました。まだなんかこういうのはどうですか、ああいうのどうですかとかっていう困ってる人からのリクエストの方がもしかしてね、僕も作りやすいのかもしれません。あとは
海外からですね、もうちょっと紹介すると、この方も確かニューヨークの建築家やったかなと思いますけども、すごくこうね、彩りを本当に、ニューヨークって寒いんやろなーっていうのをものすごい感じて、こういう絵とかを見て北海道に行きたくなったっていうのも本当なんですよ。だから雪の絵描いてみたいなっていう、もうね、南国ですから、今3月、今日23日に録音してますけども、公開されてるのが3月29日なので、もう桜も散り出してるかもしれませんが、北海道はまだとかね、桜はまだ微妙なのかななんて思いながら、こういうのを録音したりしてました。あとはこの方はまずこう11月ぐらいかなんかに自分がこう退職をされて妻にお世話になったから、妻の肖像画を描きたいということで、ちょっと肖像画のすみません、皆さんからのメールだいぶ削除していてちょっとどこに行ったか分からなくなってしまいました。でそういうので、まずなんかこう画材のことを聞いてきて、その後実際描いたのを送ってきてくださって、うわーすごいなと思って、でその後にこう風景をこう送ってきてね、僕も隣の国の韓国なのにまだ行ったことないので、ぜひこういつか韓国行きたいなというふうに思いました。色使いもすごく綺麗ですよね。非常に素晴らしい作品だなと思いました。でこの方、確かブラジルだったんですよね。サインがでかいって、僕松本さんってね書いてありますけど、でもすごい感動しましたよ。で僕はちょっとこう日本のこうデッサンなんて、とか悪口を言うているつもりじゃないんですけど、幅広くあっていいっていう評価の仕方ですけども、幅広くあっていいなっていうのを日頃から思っていて、でその中でこういうのがポンと送られてきたので、非常にこう感動したなっていう覚えがあります。またこの方ぜひね見てみたいなって思ってます。もう向こうでやっぱプロとしてやってらっしゃるんだと思いますけどね。はい。あとはこう学生さんですね。この人は3回送ってきたのかな、何人かいたんですけど、すみません、この人だけピックアップしてしまったんですけど、学生さんも、うちの学生さんが羨ましいって言ってくれたりするんで、うちの学生たちほんまに羨ましいと思ってるのか知らんですけどもね、こういう積極的な学生さんも送ってきて、今から2年半ぐらい前に佐賀大学美術館で、ワークショップというかやったんですね。で20名募集をして、それは佐賀県立美術館で超写実展というのをやっていて、でそれに合わせて佐賀大学美術館、歩いて、10分もかからん5分ぐらいのとこなんですけども、そこでワークショップをやったんです。でその際に中学2年生が一番下で、一番上が94歳だったんですよ。車椅子で来られてて、すごくこう口はしっかりお話できて、耳もしっかりされてて、足腰だけ悪いみたいな感じだったんですけど、その時に中学2年生から94歳までいて、なんかこう一緒に教育するのってめちゃくちゃ面白かったんですね。私の経験上、今までやっぱりある世代しか教えてこなかったので、なんかこうそういうのをすごくこう思わせてくれました。彼なんかもね、彼か彼女か分かりませんが、ぐっと良くなって送ってきました。楽しみにしてますよ。頑張ってね。で例えばいろんなバリエーションとしてはこういった作品もすごい良かったですね。なんかこう動画を上げた後のコメントがすごい良かったです。なんかそういうことだったのかみたいなリアクションが、こういう形で SNS っていうのは使うと面白いんやなっていうのをすごい感じました。なんかね、すごい色使いも綺麗ですし、この人もなんかうまくやればいいものになっていくと思いますので、楽しみにしています。あとはですね、どんどん行きましょうね。これもまた海外からのね、この方は結構いろんな親身になっていろいろ相談とかしてくださってですね、多分そういうネット関係に強い方なんでしょうね。私みたいにネット関係めちゃくちゃ疎い方。大学のパソコンがもう 7,8 年経っていたので、実は買い替えたんですが、届いたんですが、1ヶ月間まだ大学のパソコン変えてません。変えるの怖いんです。そういう人もいるんですね。でもこういう作品を送ってきてくださって、この方第1回に出ていますよね。人物画の奥様を描いたって言ってたんかな、確か。そういう作品を描かれていて、またこういう作品を送ってきてくれて、本当にこの講評会自体を盛り上げてくれて、なんか講評会というよりなんか展覧会みたいになってる感じがして、それが面白いですよね、僕はね。あとは上手な方もいましたね。この方本当はめちゃくちゃ上手なんでね、うまいことやればプロになれますんでね、多分その好評では厳しいこと言うてると思いますけども、うまいことやればこれだけ書けたら僕らこんな書けないですもん。
すげえなと思って本当は見ています。すごく上手なので、上手さだけではない部分を探してくださいって話を多分していると思いますけども、そういうことで頑張ってください。あとはこの方最近送られてきたんですけど、本当にもうあと引き算をやって足し算をもうちょっとプラスすれば十分プロとしてやっていけるぐらいのなんかこうポテンシャルを持っている方ですよね。なんか絵の具の使い方、マチエルの使い方が非常に上手で、実際教室をされてるって確か書いてありましたけどね。もうわからないんですけど、僕なんかこう先生やりながら、学生と同じ公募展とか出したりするんですよ。それで負けることもあるんですけど、案外そういうの面白がってやりますので、ぜひ教室のね、人たちとなんかそういうの出してみてチャレンジして、自分もこう戦ってる姿を見せる。これね、難しいんですけどね、僕の親父が昔先生と呼ばれる仕事は、お医者さんと弁護士、これだけやと言っていたんですよ親父が言ってたんですよ、僕じゃないですよ。だから僕はなんとなくその言葉がずっと引っかかっていて、学校の先生とか議員さんとかですね、そういう人はじゃあ先生じゃないのかっていうことを多分親父なりに言いたかったんだと思うんですね。金町の焼肉屋でなんか言ってた記憶があります。だからお前は先生になるなみたいなことを確か生前に言ってたような記憶があってでずっと僕なりに先生って何やろっていうのを考え続けてきて、今もあんまりだから言われたくないって言ってるんですけど、やっぱりこう、先に生まれたからなんか偉そうにしてる人とかにはなりたくないんですよ。だから先を生きてるということをやっぱり若い人とかに見せるのが私の仕事なんちゃうかなと思っています。例えば YouTube なんていうのもすごく新しいメディアなんですけども、もし例えばゴッホが当時 SNS があったらとか考えるんですよ。で日本のこう美術界っていうのは若干こうなんていうか、死んでから高くなるよねあなたみたいなところがありますよね。私もこれ作ってて明日ぽっくりいったら高くなりますけど、売れてる人に対するやっかみみたいなの多分あると思うんですけどゴッホは必死で絵を売ろうとしてたんですよ。ものすごい必死で。弟のテオに頼むからなんとか絵売ってくれ、金ないんやっていうことを言うてる手紙とかありますもんね。だから多分その時代時代に合わせたメディアがあったりなんだったりっていうのがあって、それを例えばレオナルドだって油絵の具というものが北方の方、今でいうベルギーオランダからこう輸入されてきたらだいぶ早くこう自分の絵に使っていったわけじゃないですか。新しいメディアが入ってきたって。で多分何の話かそうなったんだっけ、先生っていうね。だから僕はこういうのをやってるんですねYouTube だけじゃなく、これ YouTube って何がって言って AI っていうものって何やろうとかデータサイエンスという言葉がよくあったりしますよね。でそれをちょっと知るには実際自分がやらんと学生に教えれない人なんですよ、私は。だからなんか本で読んだっていうだけじゃなくて、もちろん本で読んだ情報も話はしますけど、こう実際にすっごいんですよ YouTube って。うわー、もうデータサイエンスの塊みたいな。だからそういうののためにもやっております。長くなりました、すみません。であとはこういうの、これは面白かったですね。コメントで、ルシアン・フロイドという絵描きを紹介したらすごくいいですって、すぐ画集買いましたってこの方は言うたんですけど、他の方はねえフロイドなんどこがいいんですか先生、良さを教えてくださいって言われて、難しいですよねそれってね。例えばね、演歌がめっちゃ好きな人もいれば、演歌がめっちゃ嫌いな人もいれば、ポップスがめっちゃ好きな人がいれば、ポップスがめっちゃ嫌いな人もいれば、ヒップホップがめっちゃ好きな人もいれば、ヒップホップなんか音楽じゃないっていう人がいると同じなんですよ、そういうのって。だからその良さを伝えることはできても、もう生理的に無理というものは無理やと思うし、すごい面白いと思うものは面白いと思うのがやっぱり芸術というもので、ルシアン・フロイドというのはそういうところがあると思います。例えばベーコンというまたイギリスの巨匠がいるんですけども、ベーコンっていうのは、同性愛者で、ちょっとこうお母さんの下着か何かを物色していたか何かで、男性なんですけどね、男性っていうか、ホモ・サピエンス的には男性と言えばいいのかな、分かんないですけど、それでそこからこう彼はそれを見つかってしまって家出をするんですよ。
で、彼の作品というのはそういった作品になっています。ベーコン、ぜひ調べてみてください。でもその展覧会、日本で確か昨年かそのぐらいに東京でやってたんですけど、ものすごい長蛇の列ができてます。見るとすごく恐ろしくて、人間の悲しみとかを描いている絵なんですけども、やっぱりそれに共鳴できる人っていうのも山ほどいますし、見たらわ気持ち悪いっていう人ももちろんいっぱいいると思います。そういうのがすごく面白いところだと思います。で、そういう意味でこの作品は私は送られてきた時は素晴らしいなと思いました。本人はこんなんじゃダメなんじゃないですかみたいなこと書いてありましたが、私はいいと思いますよ。はいあとはね、本当にこう動画を見て勉強してくださってるっていう方も結構いてですね、それはやっぱり嬉しいですよね。なんか作っていることのあれが出てきますし、あとは上手な方、この辺も北海道に行きたくなった一つの要因です。ありがとうございました。これの構図のことをすごく理解してくださったんじゃないかなというような雰囲気がある絵でした。ちょっとこの辺はこういうのとかですね、この方同じ方ですね。そういった意味で、あとはお上手でね、なんか愛のこもった20歳の娘さんのを描きましたみたいな感じですもんね。今日は卒業式で、学生さんも今回は多分半分ぐらいしか来ないと思うんですね。もう国公立の卒業式ってこのもう末じゃないですか。3月の20何日だからもう引っ越してしまってるんですよね、皆さんね。もうあと1週間で4月でもう就職とかしてる人はっていうので、特に今年はそういう意味でまた戻ってくるとかっていうリスクを避けるために多分今日は相当少ないんじゃないかなと思ってます。あとこの方もいいですね。何枚か送ってきてくださってすみません、1枚しか見つけ出せなかったですが、非常にいい作品ですよ。この方 M さんですね。はい、非常にいい作品、頑張ってください。これから楽しみにしてます。また送ってくださいね。で、これもすごくいいなと思いました。多分僕が、ライブ配信とかでやった作品を元に書かれているのかなっていう感じがして、いいですね。あとはですね、やっぱりこの方確か88歳、年齢言うと怒られそうですけどもね、いやー、私なんかそこまで生きれる自信がないですが、なんか元気をもらいますね。奥様の若い頃を描いたということを書いてあってですね、わーすごいなと。あとこの方も年齢言うと失礼ですけどね、ちょうど今日智弁和歌山高校の試合を、今大阪桐蔭対智弁和歌山高校の試合が今日どうもあるっぽいので、この方はベンチ入りしているのか否かですね、なんか親戚のおいっ子さんかなんかを描いてくれと頼まれたという。でこの方はお友達の絵も送ってきてくださってですね、一番初めにこれを送ってきてくれたんですよね。だからその方ね、宝塚の乙女の方、25歳ですよね、確かね。18歳ですか。はい、頑張ってください。とかですね、この方も確かね、80何歳で若い頃の、奥様を描いたということをおっしゃっていて、うるっときましたね。なんかいいですよね、そういうのってですね。絵もすごくいいですよ。もうどんどん良くなりそう。なんかこう、ある程度年齢から始めた場合の絵描きさんのになっていくパターンの一つ例としてはありえるのかなって僕は思いましたよ。本当に80デビュー、90歳熟練期、100歳巨匠っていうのは十二分にあるような気がしますので、この方々ぜひまだまだ頑張ってくださいね。楽しみに待ってますよいしょ。そして、この辺りからちょっと連続してお見せします。この作品はだいぶ早いうち、2回目か3回目ぐらいの3週目かぐらいに送ってきてくださったと思います。でその後フィレンツェの作品を送ってきてでこうやって実際に私がシビフォフっていうのを描いたのを実際に描いて見せてくれました。いいですね。そしてこうやってフィレンツェね、非常に成長していかれた方やなと思います。これからもどんどん成長していくんじゃないかなと思います。この方なんかもすごくお上手ですもんね。でもこういう絵もあれば、この方は次の週かなんかにはこうやって自画像を送ってくるっていうね、こういうの面白いなと思いました。やっぱりいろんな表現がある中で、いろいろ自分が描くものによってまた変えていくということができるようになっていくと、もっともっと面白くなると思うんですね。そして、この方、面白いですね。福岡の方、お元気ですか？惜しかったです。僕の中では第4位か5位ぐらいでした。
残念。大学の方に通信がなんか通われてるとか言っていたんで、その辺のハンディキャップじゃないですけども、ちょっとこうハンデがあるというかね、なんていうんですか、得している部分があるので、若干その辺で私の中で落としました。で、夕日の絵とかですね、自分の自宅から見えるって言って、これなんかね、最高ですよ、なんて言いながらね、面白いですね。最後にはこの作品でしたね。この作品を送ってきて、なぜ落ちたんですかって私に言われても困るって話なんですけども、フラッシュを焚いてるのを描きすぎてんちゃいますかっていうふうに言いました。そしてもう一方はこの方。この方は、僕が見てる限りだと3倍かなと思うんですけど、この作品が次に、ね、こうなりまして、良くなりましたよっていうことを言うて、最後にはこれ、ねぐぐぐぐぐっと伸びたじゃないですか。もうこの調子でいくと本当にね、ぐーっとね、日本の経済がこう伸びていけばいいですねぐらいの曲線をたどって絵が良くなっております。すごく楽しみですね。今後また違うパターンのお孫さんをお見せください。そして、今の方が第3位です、私の中では。そして、第2位の方と第1位の方にお送りしようと思いますので、これから絵が出てきた方、私にメールをください。で、よいしょ。こちらの作品、第1位の方がまず選ぶ権利ありますので、第1位の方が、こちらの作品かこちらの作品で、第2位の方は残った方、一応残った方になりますが、どちらかが届くようにいたします。簡単に言ってしまうと、レターパックに入るサイズと、やばい、ギリギリや、入らんかいるかなと思ったんですけど、切らなあかんかな。ギリギリや。なんとか無理やり入れればそうなので、入りました。ギリギリ入りました。もう直でいきますので、やばいね。ぜひでレターパックにこれ住所、氏名、電話番号全部書かなあかんですよね。電話番号まで。だから電話番号までメールで、1週間ぐらいのうちに、連絡をください。3月29日なんで4月の4日ぐらいまでには連絡いただければと思います。じゃあいきます。早速第2位はこちらの方です。この方は実はね、コメントもいっぱいくださっていて、ここでギュッと伸びましたっていうのね、ギュッと伸びましたっていう話しましたもんね。でセッコデさんも送ってきてくれて、セッコデさん私が人気のない動画ですけども、メディチを書いたやつを見ながら、もう一度初めからお見せしましょうかね。この辺りでしょぼしょぼすごい丁寧には書いているんですけども、大きな作りみたいなものがないので、そういうのももう少し作られてはどうですかっていう話をしました。でそれに対してのアンサーがこの水の景色ですね。海の景色、実際にこれはその時に海の動画とかを上げていたので、そういうのを勉強してくださったんだなってすぐ分かりました。で、次は確か台湾かどこかに旅行に行かれたところの写真を使って、やっぱり影みたいなものをもう少し大きく作ったらどうですかということで、そういったアンサーとしての、絵を描いてくださいました。で、最後はセッコデさんみたいなのを書いて、セッコデさん送んなくていいですよって言ったんですけども、もう1枚ぐらい僕送られてきたらもう1位にしようと実は決めていたんですが、最後の人伸びがなかったなという感じがして、残念ながらという感じです。動画の中でいろいろもう送らなくていいですよとか、絵が荒れてますよっていう人もいたと思うんですけども、こういう方々っていうのはやっぱり一個一個学習しようとしてる感じがあるの分かりますかね。もう一回初めから見せましょうか。この作品から逆や、この作品に行って、こう行って、でこう行って、もう一伸び次がと思ってたんですが、そこまでいかなかったので、どちらかの作品が届くと思います。そして第1位はこの方です。中国地方の方やったと思いますけども、はじめ手袋で雪遊びをしている、大人用の手袋で、手袋でかすぎませんかみたいなことを言うて、次の作品がこれ30号かなんかのひな祭りのやつを送ってきて、なんか
季節に合わせてちゃんと送ってきてくださるような雰囲気もあったりして、それがちょっと面白かったというか、ありましたし、すごい丁寧で、年齢を言うと失礼ですけど、うちのおふくろと同い年ぐらいって言ってた、うちのおふくろは今ちょうど25歳なんで、多分そのぐらいの年だと思うんですけども、確かそのぐらいの年齢だったと思います。いや、すごいで、水彩らしい水彩の作品もこうやって送ってきてくれてます。やっぱりこれやったら多分、銀閣寺とかの動画を上げてますけども、そういったものにインスピレーションを受けてくださっているのかななんて思いながら、こういうのもそうかもしれませんね。少し水辺のですごく色使いがすごい綺麗で、ただその中でも絵の具を透明水彩であったり油絵であったりアクリルだったりということで、非常にで、あとはこういう空想的な作品も描き出せはるんやなっていうところがすごく私の中で面白かったんです。だからつながっていく学習がつながっていってる方やなっていうふうにすごい思いました。この人は多分こうやって次こうやってみようってすごく意図が明確で、それに合わせてじゃあどういう方法を取っていけばいいかなっていうのをすごく頭で考えられていて、賢い人なんやろうなっていうのと、感性と感受性がすごい豊かな感じがしました。感受性っていうのは要は受ける力ですね。言葉とかを選んで自分でこれを咀嚼してまた表に出していくような力っていうのがすごい強くて、で最後はこの作品ですね。若干早いですが多分アジサイだと思うんですが、すごく色使いも綺麗で、もうピカイチの作品を送ってきてくれまして、これが送られてきた時点でこの方を今回の鬼好評第1回鬼好評仏好評とか言ってるのは2人の方からコメントで仏好評がいいんじゃないですか。全然仏じゃないんですけどね、仏がこんな酒飲むかっていう、今日も酒ので声がガラガラというね、そんな人いませんもんね。ということで第1回はこの方、中国地方の女性の方、25歳の乙女の方に、差し上げたいと思います。どちらの作品がいいか言うてください。それと住所、氏名、ね、電話番号、すみません、電話番号悪用するつもりないですよ。レターパックに、書かないかんというだけでございますので、お送りください。これからもまた送ってください。ただ対象に選ばれることは今後ありませんが、また第2回第3回とできたらなというふうに思ってますので、どこの辺の区切りがいいとこか分かりませんが、今回は1年間YouTube 始めて1年というところで、やりました。次は例えば1万5000人を超えたとかいう時にやってもいいかもしれません。ということで、第1回仏高評会ということで第2回もやろうと思います。毎週土曜日朝9時から17時までに作品をお送りください。ちなみに海外の方、前日の金曜日、日本時間金曜日のもう9時か10時以降やったらいいですよ。はっきり言っておきますけども、もう仕事のメールその金曜の夜は来ないので、もし明日寝てる時間やどうしようと思ったらもう早めに海外の方遠慮なく送ってください。全然構いませんので、もしかして今後そういうふうに応募の規定を変えるかもしれません。午前中ぐらいまでに土曜日の午前中ぐらいまでに来たら土曜日の午後に全部取れるんですよ。そうしたらね、楽しい日曜日が待ってますんで、もしかして今後規定ちょっと変えさせてもらうかもしれませんが、今後ともよろしくお願いします。1年間、ご視聴ありがとうございました。本当に楽しくできているのは皆様のおかげです。本当にこのチャンネルはなんかもう皆様が作ってくださっているというか、私がそれに反応して、また反応してまた皆さんが反応してということで出来上がっていくんで、これ作ってて案外面白いなっていうふうに思ってますので、ぜひ、また送ってください。1年前より体重が4キロばかり太りました。小木曽でした。皆さん運動しましょう。チャンネル登録よろしくね。SNS もやっているよ。